ヤフオクで入手したアクセサリーを一つ一つ丁寧に見ていきます。残りあと何グラムあるんでしょうか。重さを測っていきます。はい、あと883グラムです。はい、では今日は一体何が出てくるんでしょうか。では早速ね、見ていきたいと思います。はい。では、まずは、一発目、何が出るのかな。じゃーん、このキラキラの、なんか、絡まってますが、はい。こんなね、キラキラのネックレスです。ではね、早速ね、スマホのマクロレンズで覗いてみましょう。はい、じゃーん。こんな感じで綺麗なね、カットされた石がついているネックレスです。見た感じね、結構ね、綺麗なんですけれども、どうなんでしょうか。こちら、水晶なんですかね。綺麗なね、こういう石がずーっと続いてます。そして、この素材を示すね、コクがありそうな金具なんですけれども、こちらをこんな風にね、ひっくり返してみると、なんか刻印ありますね。はい。素材を示す刻印がですね、この裏側にありました。こちら G シルバーって書いてあります。 G シルバーはシルバーって書いてあるんですけれども、銀が取れないことが多いものですが、こちらね、こんな感じでキラキラのね、水晶みたいな石がいっぱいついてる大変綺麗なネックレスでした。はい。では次行ってみましょう。次は何が出るかな。じゃーん。なんだこれ。この形はリング。指輪なんでしょうか。はい、こんな感じの指輪が出てきました。ではこちらも拡大して見ていきましょう。こんな感じの銀色の何か模様がねついている。そして小さな石がついた指輪です。あれ、ここになんか丸いのがついてますね。これ時計のリューズに似ています。くるくるね、こうやって回るような状態です。指輪の構造はですね、こんな感じで、微妙にね、サイズの調整ができそうな作りになっています。はい、ここにね、蝶番みたいなのがついてますね。バネみたいになってます。ということは、これ開くのかな。はい、ちょっとこの辺もよく見てみましょう。今見てたのがこの蝶番の部分なんですけれども、ここにリューズみたいなのがついてます。くるくるってね、回せるような状態で、これがね、パカッとね、開いて、なんとね、中に時計が入っています。こんなね、ちっちゃいやつなんですけれども、こんな風に時計が入っています。そしてこの時計、このリューズを回すと、どうですかね、スマホでこの音聞こえますかね。はい、カリカリカリってね、このゼンマイを巻く時の音がするんで、機械式のね、古い時計なんじゃないかなと思われます。ターニーって書いてあるのかな。もうちょっと拡大して見てみますね。時計のこの文字盤には、ターニーって書いてあるんでしょうか。こんな感じで文字が刻まれています。そして、この6時の部分ですね。小さくスイスと書いてあります。なので、こちらスイスで製造された時計なんでしょうか。ゼンマイの感じから、機械式の時計ではないかなと
思われるんですが、時計のねこの反対側も見ていきましょう。裏側はこんな感じです。 WGP、 どうなんでしょうね。 GP なんでメッキっていう意味なんでしょうか。その下にあるステンレスバッグというのはこのケースの蓋のことですね。ステンレスの素材であるという意味だと思います。で、あとこの下のね301の7006っていうのはおそらくですねこの時計のムーブメントの暗号か何かだと思います。あとねちょっとこの辺なんかサビみたいのが見えているんですけれども、さっきねゼンマイを巻いた時はまだカリカリ言ってたんで、どうですかね。この秒針がないタイプ2針の時計なんですけれども、実際動いてるのかどうか。秒針のこのチッチッチっていうね音はちょっと聞こえないかな。一応ねこのゼンマイを巻くと音がする状態になってますね。はい、リューズを軽く引っ張ってここを回すと、この長針と短針の、時刻調節ができる状態なんですけれども、どうですかね。このゼンマイを今ちょっと巻いているんですけれども、動き出してるかどうかはちょっとわかんないですね。結構うるさいやつだと音がねチッチッチッチ言ってたりするんですけれど、実際このムーブメントの方ではうまく開けられれば、このね裏の蓋の方を外して中の方を見てみたいと思います。はい、じゃあこちらですね、こんな風に先端が薄く尖っている、裏蓋外しっていう工具なんですけれども、はい、こちら日本製のね時計屋さんとかで使われている工具です。私は結構ね石を外したりするのにここが鋭いので使ってしまっているんですが、本来はですね時計のこの裏側の蓋を外すための工具です。はい、裏蓋を外すにはこのね、蓋のところに溝があって、その小さな溝にこの隙間をこう入れていくような感じなんで、先にね溝の方を探していきたいと思います。ぐるっとねこうルーペで回していくんですけれども、ちょっと溝みたいなのは見つからない代わりにですね、ちょっと膨らみのある、ここだよって教えてくれてるような、場所があります。こちら見ていきましょう。こちらですね、ここがちょっとね膨らんでるんですね。この部分に裏の蓋を外す時のこのこじる場所だよって多分教えてくれてるんだと思います。なのでですね、ここにこんな感じでですね、時計のこの工具を差し込みまして軽くこじっていきます。こんな風に軽くこじると蓋が外れました。はい、なんかこんな感じになってるんですね。はい、それでですね、この素材をね示すような刻印があれば、何かしらの特定ができたんですけれども、この外側のねケース部分には特に素材を示すような刻印はありませんでした。では時計のねムーブメントの方に戻ります。はい、こんな感じで時計の文字盤とムーブメントがすっぱりねさっきのケースに収まってるような感じです。こんな感じでねムーブメントがケース上のね裏の蓋から分離することができました。で、裏側のねこのなんか精密なムーブメントの中の構造を見ることができます。はい、こんな感じの金色の綺麗なムーブメントです。名前のところに先ほどの文字盤にあった
ターニーというのと、それから数字の21、ここにね、ジュエルズって書いてあります。はい、この21ジュエルズというのは21石という意味で、石が使われている数のことです。この石とはですね、ここです。このピンク色のね、丸い独特な色のものがついていますが、これがですね、歯車の軸受けになっている石なんです。この石とは人工的に合成された、実はルビーが使われていたりします。強度的なもので摩耗に強いという意味で、おそらくルビーが使われているんだと思われます。この辺りですね、ここにスイスの刻印があります。なので、スイスで作られたムーブメントなのかなと思われます。はい。で、先ほどゼンマイをですね、巻いてる時にちょっと音がして動いてるんではないかと言ってたんですけれども、このね、本来であれば動いてるはずのパーツが完全に止まってしまっています。時計がね、動いていればこの辺り全部動いてるはずなので、今停止してしまってる状態ですね。はい、ゼンマイの方もですね、ちょっとよくありがちなことなんですけれども、最後までちょっと巻いちゃった状態で、ここからこれ以上巻けないと、それでもう動かないという状態になってしまいました。はい。機械式の時計の場合は、この定期的なね、分解清掃というメンテナンスが必要になります。なので、ちょっとね、直して使うというのはかなりハードルがね、高いんじゃないかなと思います。そういった、結構古い時計なのかなと思います。はい。こんな感じの指輪の形をした中にね、機械式の時計が入っている、そんなギミックのジャンク品で動かないんですけどね、そういった感じの時計でした。はい。では次行ってみましょう。次は何が出るかな。はい。じゃーん。はい。また、こんな感じのね、パワーストーンみたいなブレスレットが出てきました。こちらも見ていきましょう。こんな感じのね、パワーストーンみたいな、よくある感じのブレスレットです。はい。このね、キラキラしたところの玉は、多分ね、なんかガラスっぽい感じ。だけれども、このピンクのところはなんかちょっと中身が詰まってる感じでですね。なんか天然石っぽいなという印象です。なのでね、この辺をちょっと拡大して見ていきましょう。はい。このね、カットされた色のついた石のところはなんかね、ガラスっぽいです。だけれども、この、なんかピンク色の中身が詰まった感じの石はね、ローズクォーツなのかなと思ったんですけれども、なんかここにね、色が濃くなっているところがあって、この辺ちょっと染色の跡なのかなと、見えるようなところです。なのでちょっとね、天然石かどうかはわかんないですね。はい、そんな感じのね、ブレスレットでした。よいしょ。はい、こんな感じです。では、次行ってみましょう。次は何が出るかな。あ、このネックレスはなんかね、若干黄金色のなんか良さそうなのがついています。はい、こんな感じで、じゃん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 。はい、こんな感じのネックレスです。では、なんか素材を示す刻印らしきものがね、このプレートにちょっとありますね。その辺も含めて見ていきましょう。
はい、こんな感じのね、なんかいい感じの、このところに内包物がね入ってそうに見えるシトリンなのかな、なんかシトリンと水晶のネックレスなのかちょっとまだわかんないですけどね、いい感じです。あとね、この辺に刻印がちょっと見えるので、ちょっとそれも含めて拡大していきましょう。じゃーん、こんな感じの天然石っぽいね玉がついています。特にこの大きめの方はこんな感じで中にね内包物を確認することができます。なのでこちらは天然由来のものなんじゃないかなと思っているんですが、この丸い玉もねなんとなく水晶とかなのかなって思います。汚れの方がね結構あるっていうのもあるんですけれども、中にねこの見える内包物と、あとうっすらね色がちょっと黄金色っぽいのはシトリンのネックレスと、あとこの透明の方の玉はクォーツなのかもしれないです。はい、ではね素材を示す刻印らしきものがあったね金具の方を見ていきましょう。何も書いてないですね、よく見たら。反対側なのかな。はい、ひっくり返すとねシルバー925の刻印がありました。色がねちょっと金色のおそらくメッキがシルバーにされていて、それが剥げちゃって、下地の黒っぽい銀の感じが出てしまっているのかなという印象です。引き輪の方も見ていきますね。引き輪にもねこの丸いところにスターリングという刻印があります。これはスターリングシルバーのスターリングなので、銀が取れるパーツなんじゃないかなと思います。はい、じゃーん。この前回からね引き続きちょっとずつ貯めている銀が取れるかもと思われるパーツが入った綿棒の箱です。この中にね入れていこうと思います。では次行ってみましょう。次は何かな。はい、じゃーん。なんだこれ、なんかちょっとバネっぽい作りの、これ何なんですかね、ちょっとわかんないですけども、こんな感じのねなんか出てきました。指輪って見るとなんか変ですもんね。はい、ではこれもね拡大して見ていきましょう。じゃーん、こんな感じのなんかね編んであるようなバネっぽい作りのねこういう細かいやつなんですけれども、こうやって見る限りですねぐるーっと見てるんですけれども、素材をね示すような刻印はないようです。はい、これ一体何なのかなと思ったんですけれども、多分ですねスカーフをこうやってギューって留める輪っかなんじゃないかなと思います。なのでこのなんか締まるような感じがこういう作りになってんのかなと思います。はい、そんな感じのなんていうんですかね、スカーフのこう留めるリングなんでしょうか、ちょっとわかんないですけども、そういったお品物でした。では次行ってみましょう。次は何かな。はい、じゃん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 。あれなんだろうこれ。これもちょっと不思議な作りです。このね引っ掛ける金具があるので、ブレスレットとかではないですね。こうなんか着物でいうところのこの羽織紐みたいな作りになってます。これもね拡大して見ていきましょう。じゃーん。はい、こんな感じのね白い玉
玉がついているんですけれども、これをもっと拡大してみると、はい、こんな感じのツヤがあるで細かいね、特徴のある状態なんですけれども、これね、ずっと均一なね作りが続いていますので、おそらくモゾパルだと思います。ただこのちっちゃいねパーツがなんかねいい感じの色をしていて、結構ね細かいこういう模様もついているんで、あれこれ銀のパーツなのかなって思ったんですけれども、ここまで拡大するとね、この角の部分がちょっと赤いのが見えたりしてるので、刻印もないですしね、そういう銀っぽい作りのパーツなのかなと思います。で、この輪っかの部分もね、全く同じものが2つついているという状態です。はい、そんな感じの、ちょっと私は使い方ちょっとこれわかんないんですけども、こういう感じのものが出てきました。では次行ってみましょう。次は何が出るかな。じゃあこの黒いの行ってみましょうか。黒いの。じゃーん。はい、こんな感じのね、よく出る黒いね、キラキラの石です。こちらも見ていきます。はい、こんな感じのカットされたね、結構この反射の鋭いですね。黒い、よくヤフオクで見かけるキラキラ石が出てきました。素材の方はね、ちょっとわかんないです。似たようなもので、オニキスとかヘマタイトみたいなね、黒いキラキラなやつあるんですけれども、人工的にそれを模して作ったものなのか何なのかはわかりません。で、金具の方なんですが、素材をね、示すような刻印は特にありませんでした。はい、そんな感じのネックレスでした。では次行ってみましょう。次は何が出るのか。何が出るかな。じゃーん。ちょっとね、この玉だけ、1個だけ大きい感じの、これもなんか、パワーストーンみたいなね、ブレスレットです。ちょっとね、なんとなくなんですけど、経験上、あんまりやるとね、バーンって切れちゃう感じです。それだけ、used品ということです。ではこれね、見ていきましょう。じゃん。こんな感じですね。この透明のね、ちょっと大きめの玉は水晶なんでしょうか。はい、ぎゅっと拡大していきます。拡大してみると、表面の傷なのかな、それとも内包物なのか、ちょっとね、わかりづらいんですけれども、表面かな。なんか表面の傷が見えます。ちょっとこの辺わかんないんですけれども、ちょっと気になったのはこの白い玉。何なのかなと思って見ていたんですが、なんでしょうね。黒いなんか筋みたいなのが入っていて、方解石みたいなね、なんか柔らかそうな表面の模様が見えるんですけれども、ちょっとね、わかんないです。なんとなくね、人工的に作ったものなのか、どうなんでしょう。そんな感じの、はい、このブレスレットでした。はい、では次行ってみましょう。次は何が出るのか。何が出るかな。はい。絡まっちゃっている。すごい絡まってる。ということで、取れるところからこちら、じゃーん。はい。猫ちゃんのね。このなんか、刺すような構造になっているので、ピンバッジみたいなやつかな。はい、こんな感じの猫ちゃんのピンバッジです。はい、こちらも見ていきましょう。じ
じゃん。はい、こんな感じのね、かわいい猫ちゃんの形をしています。で、ひっくり返すと、なんか書いてありますね。ちょっとわかんないです。デザイナーなんでしょうかね。なんか書いてあります。素材をね、示すような刻印はなかったんですけれども、このこういう感じのね、ピン状になってて、こう内側からこう止めるような感じです。拡大してみるとこんな感じです。なんとも言えないね、顔をしているんですが、結構ね、なんかラメみたいな細かいキラキラがいっぱいついています。はい、尻尾のね、先っぽまでこんな風に、丁寧に作ってありますね。はい、そんな感じの、にゃんこのピンバッジみたいなやつでした。では次行ってみましょう。次は何かな。はい、じゃーん。なんか指輪出てきました。はい。こんな感じの指輪です。はい。ではこちらも見ていきましょう。なんかね、この光ってる感じがですね、ちょっとオパールのね、有色効果みたいに見えます。このね、緑色のなんか光が散らばっているような感じがオパールっぽいんですが、指輪の形はこんな感じで、デザイン的に結構古そうです。それからこのサイズね、サイズが古いサイズってわけじゃないんですけれども、少し締めたり緩めたりして微妙にね変えられるのかなという作りをしています。はい、じゃーん、こちらね、指輪のサイズを測るゲージ棒です。はい、これをこんな風にね通してサイズの方を見ていきますと、現状ですね12号ぐらいなんですけれども、少し広げるとこんな感じでね13号ぐらいいけますし、もうちょっとビューっていけるかもしれない14号ぐらいね、そんな感じで広がったり、あと押して戻すとこう縮んだりっていう、そういうねフリーサイズっぽい作りになってます。はい、では今度ね、次はこの石の方をねもうちょっと拡大して見ていきましょう。拡大してみるとこんな感じです。結構綺麗ですね。もうちょっと大きくしてみていきましょう。はい、結構綺麗なんですけれども、どうなんでしょうか。オパールなのか、合成したもの、または実際のねオパールの小さなかけらをくっつけて作った貼り合わせなのか、ちょっとわかんないんですけれども、でも周りのねこのちょっと接着剤らしきものがはみ出てるような、ちょっとねそういう作りから見るとどうなのかな、合成なのかな、ちょっとわかんないです。一応爪で止まってる構造にはなっているんですけれども、補助的に接着剤がこうブニってねなっているんじゃないかなという見た目をしてます。ただね綺麗なんですよね。こうやって見るとギューッとね拡大するとこの青い光とかなんか綺麗な感じがしますね。はい、正確には鑑別を取らないとね何なのかわかんないんですけど、ここになんか刻印見えますね。ありゃー、シルバー G って書いてありますね。シルバー G はね、見た目もいい感じなんですけれども、多分ね銀が取れないやつだと思います。いい感じの指輪でした。チャンネル登録とグッドボタンをお願いします。では次行ってみましょう。次は何かな。じゃあこの金色行ってみましょう。金色じゃん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 。
はい、まあお決まりのね、こういうデザインの、ちょっと太めのネックレスが出てきました。はい、こんな感じです。ではこちらね、またこれ、あれですね。ここにね、でっかい刻印ついてあるやつですね。多分これは、前にも、検証でね、外したり削ったりしてみたやつと同じような種類のやつだと思います。じゃあ、こんな感じのね、ごっついね、騎兵のネックレスでこんな感じなんですけれども。まあ、ここにね、ちょっとね、刻印がついてるやつなんですよね。はい、こうやって見るとね、なんと 24K って書いてあります。で、特徴的なのはですね、この数字の刻印ですね。素材を示す刻印の中では、でかすぎるという特徴があります。普通はね、こっちのこのバネのこの曲がるところですね。ここにね、精密な刻印がとっても小さく打たれていることが多いんですが、これはなんかね、ここに大きく思いっきり打ってあります。でこれもう何回かね、見てるんですけれども、これ多分ね、メッキの製品なんで、ちょっと紛らわしいので、パーツの方だけ外しちゃおうと思います。本来、製品で結構高いやつは、この引き輪のね、この継ぎ目の部分ですね。ここですね、ちょっとね、途切れてるところが見えますね。ここにね、ロー付けって言って、ローを流して、隙間にならないような、作業をしてあったりします。なので、加工の精度もね、これ、そういうね、ロー付けもしてないですし、缶をね、閉じただけなので、こうやって軽く曲げると開いていって、簡単に外すことができます。で、これ、本当にね、金でできてる製品だと、こんな簡単に外れなかったりすることが多いと思うんですね。なので、そういう構造上の違いもあります。はい、そんな感じで取り外してしまいました。これね、本当に金ではないと思うんですけど、一応ね、こちら、試金石に削って念のため確認だけしておきます。はい、こんな感じで、削ってみますね。ゴリ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 。はい。削り跡が出てきました。ここですね。これをもうちょっとよく観察してみます。はい。拡大してみると、こんな感じです。はい。このパーツの色と削り跡、もう全然違いますね。赤いです。この赤みを帯びた色は、銅の色だと思います。なので、銅の素材、または銅と何かしらの合金で作ったパーツにメッキをかけて、先ほどの刻印だけ打ったような感じですね。変な刻印だったので、これはメッキくずとして処分してしまいます。はい。では次行ってみましょう。次は何かな。はい、じゃじゃーん。はい、謎のね、黒い玉が出てきました。金属のパーツがついてないタイプですね。こうやってくるくるって回すやつなんですけれども、引き輪とかね、プレートといったパーツがないタイプです。はい、こんな感じのちょっとね、黒い丸いただの玉で何なのかわかんないやつですね。こちらも見てみましょう。じゃん。こんな感じで、ちょっとね、ツルツルのツヤツヤな感じの玉なんですけれども、はい、こんな感じで中にね、ネジみたいのが埋め込まれているタイプです。
特に何か素材はね、わかりそうな作りではないです。丸い玉の方もね、ぎゅーっと拡大してこの穴のところを見てみるんですが、加工自体はそこそこ綺麗な方なんですけれども、何なのかはちょっとわかんないです。はい。こういったね、黒い玉って全般的にね、ちょっと何なのかよくわかんないのが多いです。鑑別自体もね、出してもなんかわかんないよって戻ってきちゃうものもあるくらい、人工的な素材が多いやつです。はい、では次行ってみましょう。次は何かな。次は、じゃーん。じゃあこちら指輪。こんな感じの指輪が出てきました。こちらも見ていきましょう。こんな感じのね、なんか硬いやつですね。なんか書いてありますね。チタニウムってなっているんですけれども、なんか見た目はチタンっぽくないですよね。なんですかね。見た感じはなんかステンレスっぽいね、金属光沢のある作りなんですけれども、刻印の部分はチタニウムってなってます。重さの方もね、チタンのすごい軽い感じはあんまりね、ないんですけれども、一応念のためこちら、ネオジム磁石というとても強力な磁石です。これつくのかどうか試してみます。はい、思いっきりつきました。あれ、チタンってこんなすごい磁性ありましたっけ？ちょっとね、弱磁性は確かチタンでもあったりしたと思うんですけれども、これは結構ついちゃうんですよね。どうなんでしょうか。そんな感じの謎のチタニウムらしき、どうかわかんないですね。変な指輪見つけました。はい。では次行ってみましょう。次は、どれにしようかな。これ綺麗だな。じゃあこれ見ていきましょう。じゃん。はい、これとっても綺麗です。見てください。こんな綺麗な。チェーンがちょっとまだここにあるのかわかんないんですけども、ペンダントトップです。じゃーん。はい。こんな感じのペンダントトップです。こちらもスマホのマクロレンズで拡大してみていきましょう。幻想的なね、このシェルカラーをしています。多分ね、これ天然の貝を切って作ったものなのかなと思うね。とっても綺麗な模様です。はい、拡大してみるとその美しさがわかります。はい、この反対側も見ていきましょう。はい、反対側はさらにね、独特な構造をしています。はい、素材を示すような刻印はこの金属のパーツにはありません。こんな感じのすごいね、綺麗な貝のね、ペンダントトップでした。はい。では次行ってみましょう。次は何が出るかな。じゃん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 。はい。緑色の玉と、あと、どうですかね。この目のっぽいね。なんか玉がついたパワーストーンみたいなね。ブレスレットです。はい。こんな感じのパワーストーンみたいなね。ブレスレットです。じゃん。はい。結構綺麗なね。色ですね。緑色と、それから赤と、あとこの辺ね、ちょっとバイカラーみたいに、褐色と白っぽいところとね、あと縞模様みたいなのも混ざっています。はい、こんな感じのね、ちょっと目の縞模様っぽいやつが見られます。はい、そんな感じのパワーストーンみたいなブレスレットでした。
では次行ってみましょう。次は何かな。じゃあ、はい、また出ました。こんな感じの金色のね、ネックレスです。はい、こちらの方もね、素材を示す刻印があるのか見ていきましょう。はい、こんな感じのね、構造的には薄くなんか作った感じのネックレスです。隙間がね、全然ないんですけれども、こんな感じでね、続いています。素材を示す刻印がないのか見てみたんですが、こちらはね、特に何も刻印ありませんでした。でこうギュッと拡大してみると、こんな感じでね、メッキの方がもう剥がれて、下地の銀色がちょっとね、出ちゃっています。はい、そんな感じの、作りはなんか良さそうなんですけれども、経年変化が見られるこんな感じのネックレスでした。では次行ってみましょう。次は何か出るかな。お、なんでしょうこれ。じゃあ、なんかね、いろんなのくっついてるのが出てきました。これもね、なんか石っぽいですね。すごい絡まってます。めっちゃ絡まってて、ちょっと取り出せるかどうかわかんないですね。そういう時はこのね、パーツの方からちゃんとね、取り外して、こういう風に1本ずつ抜くと取れたりします。はい、こんな感じでキラキラです。はい、ではこちら、こんな感じのネックレスが出てきたんですが、拡大して見てみましょう。はい、こんな感じのね、結構キラキラな、なんか細かいね、ちっちゃい石がいっぱいついています。この辺はね、なんかガラスとか、そういう人工的な何かをカットして作ったんじゃないかなという、そんな感じなんですけれども、どうなんでしょうか。この辺も結構いい感じなんですけれども、素材をね、示すような刻印があるのか、裏返してみたんですが、特にね、刻印のようなものはありませんでした。でこの傷なんですけれども、傷をこうやってギュッと拡大してみると、すでにですね、傷の下らしきものが見えてて、赤い感じが見えています。なのでこれも銅みたいなやつを加工したものなのかなと思われます。この辺もね、ちょっと赤いですよね。はい、そんな感じの、はい、独特なデザインのね、ネックレスでした。これキラキラいっぱいついてますね。はい、では次行ってみましょう。次は何が出るかな。じゃーん。うわ、すごい絡まってる。なんかでっかいの出てきましたね。このクロスのペンダントなんでしょうか。このチェーンの方がちょっと今のところ見当たらないんですけれども、トップだけ出てきましたね。でかいです。しかもなんかちっちゃいのがいっぱいついている、そんな感じのね、結構大きいですね。このサイズ的にもこんな大きいね、ペンダントトップが出てきました。じゃん。はい、こんなね、感じのパベセッティングって、いうね、ちっちゃいね、メレサイズの石をぎっちりね、詰めたような、セットしたようなね、構造です。はい、ずーっとね、全部に敷き詰めてありますね。はあ、これ結構作るのは大変なんじゃないかなと思うんですけれども、このパーツのところにもちゃんとね、細かい石がセットされています。こんな感じのね、ちっちゃいね、
石なんですけれども、これが何なのかこれ見た限りではわからないんですけれども、こうやって拡大してみるとところどころねこの緑色の極小というのが出ています。これが出ているのはだいたいこう下地のね素材が、経年変化でこういう風に出てしまうことが多いんですが、メッキ製品なのかなという印象です。はい、ひっくり返して裏側を見て素材を示すような刻印がないか探してみましょう。なんかねくぼみみたいなのあるんですけれども、これ刻印と違いますよね。傷というかなんかこういう作りなのかわかんないんですけれども、素材を示すような刻印はねこうやって見てなさそうです。はい、ただですねこれも大きいですからね、こんなね大きい作りに、厚みもね結構あるんですよ。そしてこの小さなね、キュービックジルコニアなのかライスストーンなのかわかんないんですけれども、びっちりねこうパベセッティングされていますので、そういうなんていうんですかね、努力賞みたいな、独特なデザインのでっかいペンダントトップでした。では次行ってみましょう。次は何が出るかな。にゃんちゃかちゃんちゃんちゃん。はい、こちらこんな感じのね指輪が出てきました。はい、ではこちらも見ていきましょう。はい、こんな感じの綺麗なねこのガラス状の釉薬がついたこんな感じの模様の、これはきっと七宝焼きなんじゃないかなと思われます。素材の方は一体何が使われているんでしょうか。指輪の方をこんな感じでひっくり返してみても素材を示すような刻印はありませんでした。なのでこういういぶしたようなね見た目の色をしてるんですけれども、多分銀とかそういうんではなくてこういうデザインなんだと思います。はい、そんな感じの指輪でした。では次行ってみましょう。次は一体何が出てくるんでしょうか。じゃん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 。なんでしょう。これもツヤツヤのねなんか硬くて重そうなのが出てきました。はい、こんな感じのヘマタイトっぽいやつですね。はい、こちらも拡大して見ていきましょう。こんな感じのね独特ななんでしょうね、この光沢の強いねピカピカのところどころちっちゃなねさっきのブレスレットについていたような緑色の石がついてたりします。これねヘマタイトっぽい感じはするんですが、なんなのかちょっと難しいやつだと思います。磁石っぽいかもしれない。なんか健康磁気ネックレスみたいな作りのものです。はい、でネックレスをね留める金具のようなものなんですけれども、こんな感じでなんかその素材そのものにネジをねこう埋め込んだような作りになってます。はい、ちょっとね磁石の方を作るか試してみましょう。あれ全然つかない。場所によってなのかな。この大きいところはつかない。なのでこのね素材についてるんじゃなくて、もしかしたらこの中にワイヤーが入っててそれに反応してるのかもしれないです。この石のところは全然つく気配がないので、そんな感じのネックレスでした。では次行ってみましょう。次は何が出るのか。
ちゃん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 、絡まっちゃった絡まっちゃった絡まっちゃった。はい、出ました。じゃじゃーん。あ、なんかこの辺りがですね、なんか方解石みたいな感じのところにレリーフを彫ったようなもので、なんか複雑な作りをしてますね。これは絡まっちゃってるだけなのかな。なんでここでこうなってるのかちょっとわかんない。こんな感じの、はい、ネックレスです。もしかしたら絡まってるだけなのかな。ちょっとこれも拡大して見てみましょう。はい、これレリーフ入ってるところがなんか天然石っぽいですよね。内包物も見られますし、これが何なのかはわからないんですが、こんな感じでね、結構独特な見た目をしています。汚れもね結構あるんですけれども、ちょっと古いやつなのかな、どうなんでしょうか。でこのね黄金色の石の方もかなり独特な見た目をしています。カットの方もね結構一つ一つ違うような感じがあるのと、あと内包物ですね。これも一つ一つ石によって色も違うし、見た目も違いますね。これは何なのか、カットのねこの鋭い感じから、何かしらの高度がそれなりにある石なのかなと思うんですけれども、この辺ちょっと謎の結び目があったりとか、結構ね古い感じの天然石なのかなと思います。はい、これは、どうでしょうかね。シトリンみたいなやつなのかな。なんか古い感じしますね。この形もそんな整ってないですね。今の最近の今日出てきたねこういう感じの水晶っぽいねネックレスの玉は本当に綺麗にねカットされてるんですけれども、こちらはねみんな形とかねカットの感じもかなり違うんで、古いお品物なのかなという、ちょっとねこれは何なのか気になるところです。はい、素材を示す刻印がねこの金具のところにあればよかったんですけれども、こんな風にしてみても特にね何も見つかりませんが、でもここにありましたね。シルバートップになってますね。はい、ここです。ここにシルバートップって書いてあります。ボトムはねGSV ってなんかなってますんで、 G シルバーと一緒で、この下側は銀が取れないやつなんですけれども、この記載だけを見ると、このトップ部分ですね、ここから上のこのカバーになってるところはもしかしたら銀が使われてるのかもしれません。はい、こんな感じのちょっとね独特なお品物でした。もしかしたらね結構古いやつなのかもしれない。キラキラ。はい、ではねシルバーの刻印があったのでこちらにね入れておきます。では次行ってみましょう。次は何が出るのかな。じゃーじゃーじゃー、あれ短いので、これきっとブレスレットです。はい、このキラキラの石ねもう何回も出てきてますけれども、いつもの気になるやつです。拡大してみるとこんな感じですね。これは結構形がねカットがなんかみんな違うやつですね。この感じで一つ一つなんか違う感じがします。あと汚れがこれ結構すごいですね。使用感いっぱいです。
はい、では素材を示すね、金具の方がどうなっているのか見てみましょう。じゃん、なんかね、書いてあるっぽい。書いてありました。このね、ところにちっちゃくね、925って書いてあります。これシルバー925だと思いますね。なのでこれわずかなんですけれども、銀のパーツが使われている、そんなね、黒い、オニキスなのかスピネルなのか何なのかわかんないですけども、これキラキラのね、ブレスレットでした。イメージとすると、こんな感じですね。結構やっぱキラキラしてますね。はい。では一応シルバーのね、銀が取れるかもしれないということで、こちらに入れておきます。だんだんとね、溜まってきたんですけれども、質量のほとんどがね、石なので、実際の銀はね、そんなに取れないとは思います。はい。では次行ってみましょう。次は何かいいかな。はい、じゃあ、こちら。じゃん。絡まってますね。はい、絡まってて、ちょっと自分でもぐるぐるなっちゃってるのかな。はい、こんな感じの、結構長めのネックレスです。緑色のね、なんか玉がついてますので、この石をね、中心に見ていけたらなと思います。じゃん。これはぎゅーっと拡大すると、表面のね、ちょっと状態はさておき、この緑色の縞模様はクジャク石なんじゃないかなと思います。金色のパーツがついているんですが、ちょっとメッキっぽいやつですね。で、ところどころにこの天然由来っぽいね、緑色のクジャク石っぽいのがね、ついてます。模様がね、微妙にみんな違うし、形も違うので、天然由来なのかなと思うんですけれども、はい、素材を示すようなね、刻印はありませんでした。はい、そんな感じのクジャク石っぽいネックレスでした。はい、本日の発掘実況はひとまずここまでとなります。ではね、今日出てきたものをおさらいしていきます。じゃーん。はい、こんな感じです。こんな感じの品文字なが出てきました。これはね、この辺はちょっとしょうもない、メキくずきですね。これ、こっちはね、再利用できなくはないんですけど、ちょっと部品が足りないという状態になってしまっているので。あとはね、このスカーフの、多分リング。それから、これがやっぱね、天然の美しさが独特なね、この色合いが出てて綺麗なんじゃないかなと思いますね。あとね、これね、この独特なでかいペンダントと、このね、パフェセッティングを、石止め1個ずつしていくことを考えたら、結構大変な作業だと思うんですよね。残念ながら素材を示す刻印がなく、何かしらのメッキ製品だという、努力書ですね。これは多分努力書。そしてこちら、じゃーん、結構溜まってきたというね、この銀が取れるかもしれない箱の中身はだいぶ充実してきています。はい。今後ですね、こんな感じの動画を作っていこうと思っています。はい。もしよかったらですね、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。